それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。相変わらず11時になるとアラートが鳴ります。こんばんは。しめじさん、よろしくお願いします。はい。まず最初にですね、今日も寒いですけど、今週も結構真冬並みの寒さになりそうですね。で、最近ちょっとずっと秋口からやってたこの16時間ダイエットなんですけども、実はちょっと今足踏みをしていまして、7キロぐらい落ちたのかな。で、今そこでずっと足踏みをしてる。で、何が原因かっていうと、2回風邪をひいたんですね。で、この3日ぐらい前も、ちょっと喉の調子がおかしくって、風邪をひいた。で、やっぱ、風邪の原因とかはわからないんですけど、風邪ひいてる時って、いろんな習慣が一回止まっちゃうんですよね。こう、ダイエットをしようっていうか、こう、意識しようと思ってることは、薬も飲みたいし、もう精神的にもちょっと、こう、休んで、あったかいもの食べて、薬を飲んで、休んでっていう生活になるじゃないですか。なので、一旦こういった習慣が止まっちゃうっていうので、それがね、この風邪2回ひいたことで、2回こう習慣が止まってしまった。その時は結構食べたりしたんですね。これで、体重が今止まったっていう状態ですね。これが一つと、それからストレスですね。やっぱ何かしらストレスというか、こう、なかなかこう、ね、見てる人もいるから、こう、言いにくいこともあるんですけど、自分がやっている、仕事の中で、やっぱストレスが出てきちゃうと、なんかの反動でちょっと、今日もそうなんですけど、ちょっと仕事でストレスを抱えたことがあって、帰りの車のところでちょっとコンビニ寄って、チョコレートを食べて、家に帰るとか、ふっとこう、なんていうかな、チョコレートに手で出しちゃったりとか、してしまったりとか。なので、本当はダメなんですけど、それをこう、ストレスがかかると、なんかちょっと食べようかなと思っちゃうと。そういうことがあって、ここずっとね、3週間ぐらい停滞してますね。で、ここにデメリットっていうのがいろいろ書いてあるんですけど、この16時間ダイエットのデメリットっていうのは、いろいろ書いてありますけど、一番は、まずそもそもこれできない人っていうのは、朝方の人は、やっぱり16時間ダイエットってできないみたいですね。っていうのは、朝から昼にかけて、活動するじゃないですか。で、僕の場合は割と夜型なので、ここからの相場見たりとか、YouTube もそうですけど、遅いので、で、起きるのも遅いんですよね。なので、夜型人間なので朝食抜くっていうのはちょうどこうね、僕も最初に16時間ダイエットで一番、食べる時間、1食目が3時から5時の間なんですよ、昼の。だからちょうど塾とか家庭教師とかがある前に1食目を食べて、あわよくばもう1食で終わらしたい。できればこの後は、ナッツとかだけにしたい。なので、朝から起きていらっしゃる方っていうのは朝昼ってあるので、結構その16時間抜くっていうのは大変なんですよね。朝6時に起きる方とか、お腹が空くと思うんですよ。なんでそういう意味で、この朝食メインで抜く人っていうやり方とかいろいろ書いてあるんですけど、僕はその、やり方的には生活には合ってるんですけどね。そう、この体に不調が出るっていうのが、あと便秘かな。ちょっと便秘もなりましたね。なので、食べるものを結構選んだりするんですよ。気をつけて。だけど、それも、なんかストレスになることもあるので、食物繊維から食べようとか習慣になればいいんですけど、気をつけないと。もっとすぐに、サウナも入ってるからかもしれないですけど、
便秘になりやすいですよね。はい。しかも風邪ひいてる時も、風邪薬も便秘になりやすい。とにかく便秘になりやすいなっていう印象です。だからなかなかね、これはね、水分補給をちゃんとしないといけないなっていう感じはあります。まあ、また、意識して、元気になったので、やっていこうとは思うんですけど、まあ、とにかく、これ、向き不向きがあるなっていうのをすごく感じました。うん。あと自分としてはね、5キロくらいは落としたいですね。はい。ということで、まあ、こうやって喋ることによってまた、ね、意識したいなと思っております。はい。しめじさんとか何か健康法とかはやってます？何かこういったことっていうか意識したりとか、なんか食べ物とか気をつけてるとかはありますか？また、よかったらちょっと教えてくださいね。はい。じゃあちょっとその間先に、今週の、オーディブル、久々ですね。ちょっとここ1週間ぐらいオーディブル、読んでる本とか出してなかったんですけど、ちょっと紹介していきたいと思います。いろいろ登録とかしているのが変わってきましたね。まず上からちょっと行きますけど、果てしない物語。これはですね、ちょっと YouTuber さんで、中学受験とかをやってらっしゃる方かな。で、こういうのを読むといいよっていうおすすめが出たので、ちょっと読み始めたんですけど、ちょっと最初に入ってくるの外国の文学みたいだったので、ちょっと最初にね、慣れるまで時間がかかりそうだったので。カロリー、原文の表示に気をつけてます。本当ですか。表示、確かにね。ありますよね。今そうだ。僕はちょうど鍋を今一食メインでやるんですけど、鍋を作ったりとかしてるんですけど、鍋の味とかもちょっと気をつけたりしてますね。もう鍋そのまま野菜ボーンと入れて、白菜とか入れて、お肉を入れて、鍋ごと一食で食べてる。あと納豆食べるかなっていうのを、で、鍋の味をいろいろ変えてたりしてます。あとは外で食べるときは、割とあれしてますね。ステーキガストとか、ああいうとこ行って、サラダバーあるじゃないですか。サラダバーメインにして、で、お肉、頼むんですけど、そんなにたくさん食べるわけじゃない。サラダメインにしてば、お肉ちょっとだけでいいので、チキンのなんかソテーみたいなの頼んで、で、サラダバー中心にバーッと、野菜食べて、お肉は後で食べてくっていう、外に行くときはそんな感じですね。はい。ありがとうございます。で、こちらが唇に歌を小学館って、これもこの果てしない物語をお勧めした方が、YouTuber さんがちょっと言ってたので、どうかなと思って登録をしてあります。それから、東大家庭教師が教える頭が良くなる勉強法。これは、僕はこれからちょっとある生徒さんを教えるにあたって、確認っていうか、ちょっと頭のいい子なもんですから、その子を教えるときに、もしかしたら僕の今までの教えていることより、もっといろんな方法ややり方何かあるのかなと思って、勉強してる最中です。はい。いろんな生徒さんがいるのでね、頭のいい子だけ教えてるわけじゃないので、今回はね、そういう自分の中の指導の勉強ということでこれも見ています。はい。で、出ました。空飛ぶタイヤですね。池井戸潤さん。もう今週の火曜日ぐらいまでずーっとハマってました。池井戸さんのね、半沢直樹まだ読んでないですけど、半沢直樹はいつか、これね、1、2、3、4あったので、5まであったのかな。半沢直樹をオーディブルで読んだら多分もう2週間ぐらい経っちゃうかもしれない。年末年始僕の中で半沢直樹を一回長い時間休みになれば読みたいなと思ってるんですけど、その前にこの空飛ぶタイヤ。これで結構レビューが高かったので、面白かったです、やっぱり。うん。
この空飛ぶタイヤは。やっぱり、池井戸潤さんらしい、銀行を伴っているある企業の、物語というかね。もう僕結構やっぱ好きなんですね。お金のまつわることとか、銀行だとか、投資とかね。そういうのも含めてっていうことになりますね。はい。空飛ぶタイヤは上下あったのでね。はい。それから、ここら辺は前もあったです。まだこれちょっと読んでないですね。ここら辺。ずっと100年残したい日本の会社とか、このあたりはまたどっかで読みたいなと思って今登録をしているだけですね。ここもそうですね。このあたりもずっと前からあるやつで、ちょっと、お気に入りに入れてる状態ですね。はい。ちょっとお気に入りが増えていて、半沢直樹じゃない、池井戸潤さんの小説が結構長かったので、あれを読むのに1個で3日4日ぐらいかかるので、はい。本の方が早いかもしれないですよね。バーッと読むのは。はい。今ちょうどこの、6人の嘘つきな大学生っていうのと、あれ、ここにちょっとレビューで載ってないかな。教科書に載っていない歴史？あれこれなんかないな。パソコンの方では。ないですね。タブレットの方では読んでるんですけど、教科書に載っていない、近現代ということで、お金にまつわる、歴史の本というか、この、150年ぐらいのイギリスの産業革命から現代に至るまでの本、現代史ですね。これを今勉強しています。お金の勉強だけじゃなくて、社会科のこれからのその勉強って、現代の勉強って僕必要だなと思っていて、で、その中で、やっぱりお金にまつわる勉強って歴史はあるんですよね。だから教科書にはあんま載ってないんですよ。そういった知識を得たいなと思って今読んでおります。ちょっとこれパソコンとリンクしてなくていけないですけど。はい。そんな感じです。それでは、今日の、投資の方ですね。トレーダーなので、話をしていきたいと思います。今日はですね、これですね。投資の教科書の中の、第1章ですね。お金はどうすれば貯まる？お金はどうすれば貯まるかっていうのの終了テストの方を丸×クイズでやっていきたいと思います。はい。で、これがあんまり僕もできていなかったら、このマネープランとかそういった後になってテストのできないところはちょっと復習をしたいなっていうことで、本当にもうなんか勉強みたいな形になってますけどね。今日あんまり人が来てないので、ちょっとね、みんなでクイズできるかわからないですけど、一応僕も試してね、終了テストやってみたいと思いますので、ぜひね、参加してくださればありがたいなと思います。はい。それではですね、まずは株価チャート大全からいきましょうか。こちらのね、チャートの方行きたいと思います。コンスタントにコツコツと勉強していきましょう。はい。で、また相場がね、11時半ぐらいになったら今日のね、相場見たりとか、あと、米国株の方のね、前回もやりましたけど、そちらのチャートの方のね、分析もしていきたいなと思います。はい。まず、今日はですね、ロウソク足の手繰り線と書いてある。手繰り線ですね。こちらについて、まず一つ目お話をしていきたいと思います。こちらのチャートの方を見てきながらね、説明をしていきます。チャートの方は、桃太郎か。桃太郎。日本の会社ですね。3064の週足になってますね。はい。上昇トレンドの転換を示す手繰り線と言います。下降局面では、長い下髭のあるロウソク足に注目。これですね。チャートの方、ちょっと見えますかね。ここですね。ピンバーみたいなところですね。これ、でもピンバーとちょっと、そうですね。これ、日本語では手繰り線っていうんですね。
英語だとピンバーと言いますね。ここのことですね。はい。タグリ線は、下落局面において相場の反転、底打ちを示唆するパターンです。下の、このね、一本のローソク足のことを指しますが、単体では、下髭の、この髭ですね、長いローソク足となるので、上髭のない影の荒傘や、実体の陰線の場合もあります。重要なのはそれが下落トレンドが長く続いた後に出る。この下落トレンド、下がってくトレンドで出る。という点ですね。仮に上昇局面、この上昇トレンドやレンジ、上がったり下がったりするレンジの局面でこの下髭が出た場合はタグリ線とは言わないと。下落局面の最後にこのピンバーが出ていることをタグリ線というらしいですね。はい。まあよくこれ、話してますけど、実際ちょっとこちらのチャートも見ましょうか。ファイザーじゃなくて、ベトナムですね。毎回言いますけど、ベトナムがタグリ線が出てますので、ちょっと紹介します。T と、ベトナム。ベトナムの週足。はい。ちょっと拡大しますよ。見えますかね？ちょっと大きくします。はい。これがベトナムの ETF になります。下落局面がずーっと、この、8月の22日からずーっと続いていました。ここ見えますかね？これですね。このピンバーがタグリ線になってますね。はい。下落が終わったところを示している。僕はこの週足のピンバーというかタグリ線を見て、買いを入れました。まあ、ありがたいことに、ここから本当に上昇に転じてくれ。今週下がってますけど、まあ、V 字回復しています。まだまだ全然、下がったって言っても、上昇トレンドは継続してますので、こういったところのことになります。なので、週足のこのタグリ線が出てるっていうのはなかなか他でないので、またね、どっかで出てきたところにあれば、解説していきたいなと思います。はい。じゃあ、次行きますね。ちょっとどこだった？タグリ線のこれですね。はい。次行きます。トレンド転換を示す、毛抜き天井と毛抜き底。名前が変ですね、これ。日本語でやるとこれ、英語の方がわかりやすいかもしれない。まあちょっと、図を見せますね。はい、こちらですね。ちょっと読みますね。高値が2本とも同じ値がポイントというのが、あります。これチャートで見るとちょっと見にくいかな。下の方にこの毛抜き底っていうのと、ここに毛抜き天井、ここも毛抜き天井ってありますね。この丸のついたとこですね。これについてちょっと解説をします。相場の天井、底をシンプルに示すのが毛抜き天井。これですね。です。毛抜き天井は、相場の高値圏で2本のローソク足をほぼ同水準で高値で止まっている状態。ここね。高値で止まっている状態を表します。両者ともに髭か実体かによらず高値と安値が揃っている。これ髭関係なしで高値と安値が揃っている状態。ほぼ同じ値のことを毛抜き天井と言いますと。はい。で、この毛抜き天井っていうのは、シンプルに前回の高値を次の足で超えられなかったことを示しているため、同じ株価に狙んだ方向とは逆方向へ短期的なトレンド転換になると考えられます。うん。
ちょっと難しいですね。ここの毛抜き天井っていうのが、下がって、でも上がってますよね。次のバーで。黒が来て、白が来てますね。なので、これは上昇継続ということで、上昇していってます。で、次、このこちらの上の毛抜き天井は、前が白で、後ろが黒になってます。ということで、これは、継続せず天井ということで、この黒が下落トレンドになってくるんじゃないかということ。これ天井圏の動きでも上昇トレンドが継続しないという見方をするらしいです。この2本が揃ってるとき。これね。いいですかね。下がる、上がる。この2本で見ますということになります。それから、こちらの、下の毛抜き底ってやつですね。毛抜き底のを見てもらうと、そこで、1本前が黒。で、次が白。ということで、同じ値だけど、白が後に来てますので、上昇トレンドになるんではないかという見方をしているということになります。こちらの、チャートの方も週足になりますので、より、この週足でこういうとこが出たら、まあ、チャンスというかトレンドが出やすいなというふうに考えてください。後に来るものの、ロウソク足を注目してください。いいですかね。はい。じゃあ、今日、この最後ですね。トレンド転換を示す、ハラミ寄せ線と言います。ちょっと難しいですよ、ここら辺は。今日は知っといてほしいっていう形になりますのでね。お願いします。このまま読みますよ。見えますかね。陽のハラミ寄せ線と陰のハラミ寄せ線ということで書いてありますね。下ちょっと読みます。2本の十字線が1本の勢いの弱まりを示すとあります。2本の十字線が1本の勢いの弱まりします。ハラミ線のパターンのうち、1本が大陽線で、これね、1本が大陽線で、2本が十字線の隣合わせを陽のハラミ線。なるほど。陽線がでかいのが出た。でも、次が十字が出た。で、ここに黒が出たということで、この大陽線に対して、こうですね。この形ですね。で、こっちが、一本が大陰線で、はい。で、十字と陽線が2つ3つ出てる。という組み合わせを、陰のハラミ寄せ線と言います。この形ですね。いいですかね。これが陽のハラミ線は最初に大陽線があるからっていうことですね。で、あと隠してるからハラミ線ですよね。残りが。こっちも逆ですね。はい。これは何かというと、上昇局面の陽のハラミ線。これですね。が出れば下向きに。下落局面の陰のハラミ線が上向きに。反転しやすいと考えられます。難しいですよね。この影響が大陽線が出たのにもかかわらず、この後の3本が下落をしているけど、転換するんじゃないかな。下落を転換するんじゃないかなっていうサインですね。で、こちらが大陰線があるっても、この3つがハラミ線になっていることで上昇していくんじゃないかなっていう動きになりそうですね。はい。じゃあ、実際のチャートの方を見てもらうと、これですね。これ、オリンパスの7733の日足になります。見ていただくとですね、こちらの方が陰のハラミ線ということで、最初に陰線がドーンと出て、その後十字が出て、
上昇している、ここのところが、陰のハラミ線の形ではないかということで、底ついたからそろそろ買っておくかっていう風に見るそうですね。この形。わかりますかね？はい。まあ、この大陰線が出たところで、はい。これはやっぱり注目ですよね。はい。この十字が出て売り切ったってなりますよね、市場は。で、上昇反転していくんじゃないかっていう風になります。これでずっと上に行くかどうかはわからないですけど、これ書いてあった注意なのが短期的な話らしいですね。短期的には上昇するかもしれない。で、ここからまた下がっていくかもしれません。上がり続けるっていうわけじゃなくて、ここは反転するけども、この高値を超えるかどうか、ここはわかんないですね。これ、ちょっとここ下がってますもんね。はい。短期的な転換ですね。はい。ということで、今日はタグリ線と、毛抜き天井、毛抜き底からハラミ寄せ線っていう、ちょっと2つ3つある、ロウソク足について説明をしました。結構ここでね、ロウソク足の話が終わりましたので、これからいろいろ、まだ十字線があるんか。十字線がもう1個ありますね。またね、ロウソク足の組み合わせの中でクイズも出していきたいと思いますんでね、こちらの方も、お願いしたいと思います。はい。まだ11時半前ですね。だいぶ、清水さん、だいぶ難しくなってきたと思いません？なんか、パターンが。なかなかね、これ、アウトプットしないと難しいですよね。なんか、そんな感じは僕、思いました。なんとなく見ているより、どこを注目していったら方がいいかなっていうことで、ちょっとこの株価チャート大全思ったんですけど、やっぱり日足、それから、急に難しくなりました。そうですよね。ちょっと思いますよね。はい。なので、でも、僕はこれ、ちょっと言うの難しいかもしれないですけど、その、大陽線、大陰線ってでかいバーが出るじゃないですか。あれを出た次と次あたりは絶対注目するっていうこと。それから、日足と週足。トレーダーってどうしてもその、例えば短い時間足で考えがちなんですけど、このね、教科書もそうですけど、株トレもそうですけど、みんな日足、もしくは週足ってことで、長いスパンで結構考えてるので、長いスパンでしっかりこの傾向を見ていけば、短い時間足もやりやすいんじゃないかなと思うんですね。だから最初に FX やってる人とか短い足でテクニカルを考えすぎちゃうと、難しいと思うんですよ。なので、こういう用語は僕いらないと思うんですけど、大きいその実践が出た時はやっぱ注目することは必要だなって思いました。うん。用語はちょっとね、なんかむずいですね。ハラミ線とか、抱き線とかね。はい。はい。それでは、株取り行きましょう。これですね。そろそろ、株取りも真ん中31番になってきました。はい。では、問題の方入りたいと思います。その前に今日ね、なんか株の問題、このチャートの、株トレの問題の前に、チャートの節っていうのがあるので、ちょっとこちらを説明してから、チャートの節はどこっていう話をしたいと思います。チャートの節でいいよな、これ。はい。ちょっと読みますね。これちょっと見てください。チャートの節ってやつね。なんだこれ。野生の森林には、どういう意味だと思った最初。獣道がありますと。たくさんの動物が何度も、通ることによって、踏み固められ、自然と道のようになるところですと。ひとたび獣道ができると、後から来る
動物の多くがそこを通るようになります。これ、例え話ですね。びっくりしました。同じように、株価チャートには、節があります。節とは、多数の投資家がそこで立ち止まって売買する価格帯です。はい。ひとたび節ができると、上昇トレンドの時も下降トレンドの時もその価格帯をあっさり通過せず、多くの投資家がそこに踏みとどまって売買します。もう、これ図見てわかりますよね。この図、チャート見ていただくと、この1500円というところが一つの節で、ここを拠点に、投資家の中で切り板っていう人もいますね。ちょうどいい切り板、1500円という切りのところで何度か売り買いされて、ここでチャートが止まってると。はい。で、こちらも、1200円のところでチャートの節があって、ここも結構、レジスタンスですね、ここ。よく僕が書いてるレジスタンスですね。矢印。これ。これ書いてないわ。ごめんなさい。米国株でいいや。今日の米国株3番でいいや。ファイザーから言いますけど。この紫に書いてある。これ週足。ごめんなさい。書いちゃった。ライブだとこれ、もうこれ修正効かないんだよな、これ。消しゴムで消せない。まあいいや。ずらして、冷やしにして。この書いてある紫のことを説明したかったです。いつもこれ、トレンドラインとか書いてありますよね。これもチャートの節のことですね。僕の場合は、トレンドラインとか、水平線とかって言いますけど、ここで止まることが多いので、こういうのを書きます。これを、この株トレの方ではチャートの節というようですね。ごめんなさい。こっちでしたね。はい。よろしいですかね。じゃあ今日問題いきますよ。このチャートの節っていうやつ。はい。チャートの節はどこっていう問題です。A 社、B 社、買うならどっちという風になってます。A 社の方はちょっと見にくいですけど、1200円から下がっていって、1000円の節で、ここね、1000円で止まって下がってって、今、1000円の下にいます。はい。次、B 社の方は、1200円から同じように1000円で、一回止まって、800円まで落ちて、ここまで一緒なんですけど、この1000円のチャートの節を上にちょっと抜けてます。A 社はこの1000円の節より下。B 社は1000円の節より上にいます。ちょっと見にくいので説明しました。さあ、A 社、B 社買うならどっちっていうことで、まず、ちょっとポイントのところ読んでいきますので、ちょっと考えてみてください。ポイント、上値抵抗線ですね。A 社、B 社、どちらも4ヶ月近く、下げトレンドが続いていた株価が、足元の1ヶ月でやっと反発を始めたところです。とてもよく似たチャート。B に1票。そうですか。B ですね。はい。よく似たチャートです。違いは、反発局面の株価と、売買高です。ごめんなさい。売買高も見てなかった。売買高は、これ見ていただくと、B 社の方が、直近は20万株より上回ってますね。こっちが A 社の方は売買高が20万よりもちょっと下にあります。はい。見てわかるのはどちらも1000円でチャートの節になっているということ。チャートの節は、株価が下から上がってくるときは、上値抵抗線となることがあります。これちょっとヒントですね。これ上値抵抗線って。はい。1000円で買った投資家の戻り売りが出やすいということになります。もう、清水さんいいですね。これきっと。ここね。はい。という、そうそう。ちょっと雑談になっちゃってごめんなさい。多分今寒いとみんな寝るの早くないですなんか思いました今。東雲さんも結構こう寝てましたとかって後で
録画して見てくれてるのかな？レジスタンスという方が聞き慣れてますね。あ、そう。すいません。ちゃんとライブの方がなんだっけ、時間差が出ちゃってごめんなさいね。そう。なので多分みんな眠いですよね、きっと。って思って。はい。デジサポラインっていうのを言いますもんね。はい。これでも本当あれですよ、しみじさんとかが誰か いらっしゃらなかったら、もう僕ずっと独り言ですもんね。冬はなんか危険な気がする。誰か絶対来ないし。シメディ、確かに寝るのが早くなりました。いや、寒いと眠くなりますもん。温まりますもん。だから、そうですよね。アメリカ冬時間で、こっちは、今相場が11時半で始まってやりますけど、23時のライブって結構冬場きつい気がしますよ。覚えました。まあいいんですけど、僕的にはやっぱり、ライブでね、アメリカ相場を見ていきたいから夜遅めになっちゃってますけど、皆さんちょっとね、なんちゅうのかな、YouTube ライブで、ライブで見に来るより、まあ、後で見よっかなって。で、やっぱほら、長いじゃないですか、1時間とか。だから、だらだら、言いたいこと早く言え、みたいな、あるかもしれないしね。はい。はい。じゃあ、答え見ていきましょう。はい。もう、しめじさん、多分正解ですね。買うなら B 社ですね。はい。ということで、これ、ここに書いてありますね。理由が。ちょっと、読んできますね。両社とも、株価が下落トレンドにあったとき、1000円で一旦下げ止まりました。売買高が増えてます。1000円まで下がれば格安と判断した投資家が買いを入れたためです。約1ヶ月間、1000円で売り手と買い手の攻防が続きましたが、最後は売り手が勝ち、800円まで下がりました。そうですね。これちょっと解説読まんでもこれもうしめじさんわかるでいいですね。この節を超えた売買高が高い、だから買いを進めると。ね。で、ここ、気をつけてほしいな。みんなここで買いたがるんですよ。この800から上回ってるところで。ね。この株トレで分かったと思うんですけど、ここで買うっていうのはまだまだ売買高が少なくって、この800からちょっと上回ったところで上がる可能性があるかどうか、結果論でここ1000超えましたけど、わからないですもんね。ここで。はい。まあ、この、ロウソク足をこれ見て、自分がもうトレンド転換したな、売買高も増えてるなって思えば買ってもいいかもしれないですけど、本当だったら A 社 B 社だったらこの節を超えたことと、売買高が高いところはここが確実です。ここが確実。はい。そういうことですね。はい。ということで、まあ、この、ずっとやってきたことだったので、安全に、より確実に上昇トレンドを見極めるなら、この1000を超えたところで買うのがいいということになります。はい。よろしいですね、ここは。多分次、問題32番も、今日1問だけです。すいません。またね、土曜日、逆の方をやっていくと思いますんでね。よろしくお願いします。はい。それではですね、今日、相場の方は最後にやります。しめじさんも眠くなると思うんで、もうせっかくなので、特集の方を先にやって、最後、分析の方はブワーっとやっていくので、もう、よかったらもうそこ、寝ちゃっても全然いいので、はい。先に特集だけ、じゃあやらせてくださいね。はい。今日のもう相場始まってますけど、特集の方行きたいと思います。この投資の教科書の第1章です。はい。これですね。はい。ちなみにいつも最近、上の上にはもう本が何冊か用意してあって、まあ皆さんには見ていただけないライブでテキストを開きながらこっちで見たりとかしてるんですけども、今日は
この終了テスト。あ、これ第一章ですね。こちら。これでいけばいいか。このお金の教科書、学研が使っているお金の教科書の第一章、お金はどうすれば貯まるっていうところの1-1、マネープラン。1-2、人生の最大資金。1-3、ライフイベントの費用。1-4、お金の3分法。1-5、普通預金口座。1-6、家計管理というこの6つの問題に対して、まずテストをします。テストをしてから、できなかったものに対しては、ちょっと復習をすると。で、今日多分復習できないと思うんで、チェックだけしておいて、次回、間違えた問題とか、認識が足らないなというものは、ここに対して、振り返りということで学んでいきたいなと思ってます。はい。じゃあですね、丸×のクイズになり、終了テストになりますので、ちょっと、もし、しめじさんが時間よろしければ、丸か×かを答えてください。僕もね、ちょっと書いていきたいと思います。こちらにテキストがあるので、書いていきたいと思います。じゃあ行きます。終了テスト。次の文が正しければ丸。誤りがならば×と答えてください。右ページの回答を隠して解いてみてください。僕もまだ答え見てません。じゃあ、読んできますね。僕も、こっちで読んできますね。1番。自分のライフプラン、生涯生活設計を実現するためには、具体的なライフイベント表を作成するだけでなく、必要資金や家計の支出をシミュレーションしたマネープランを作成することも必要である。丸か×か。こういう風に言い方すれば、ねえ、と思いますけど、しめじさんどうでしょうか？僕、はい。どうしよう。しめじさん答えてからにしようかな。僕は、はい、もう、書いとくか。どうしましょうね、これ。ちょっと俺こっちに書いちゃおうかな。よいしょ。いいですかね？もう1問目が一応こんな感じですね。もう一回読みますかね。自分のライフプラン、生涯生活設計を実現するためには、具体的なライフイベント表を作成するだけでなく、必要資金や、家計の支出をシミュレーションしたマネープランを作成することも必要であるということが一番になります。いいですかね？もう言っちゃって。次。しめディあ、もう1が丸2がかける3がかける。早いな。読む前に言っちゃいましたね。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、僕次行きますね。ちょっとまだ2番読んでなかったです。はい。すいません。行きます。2番。ライフプランやマネープランは人によって様々であるため、多くの人に共通して大きな出費となるようなイベントがあると言えない。ちょっともう一回読みますね。ライフプランやマネープランは人によって様々であるため、はい。多くの人に共通して大きな出費となるようなイベントがあるとは言えない。いや、大きなプランも出てくるでしょう。それぞれでも、規模はあっても。そうですね。×。はい。3番。教育費用は、様々な補助制度や奨学金制度を使えばいいので、大きな負担にならない。いや、これは塾の費用とか、そういうのもあると思いますし、東京の大学行ったりとか仕送りとかする人もいますし、
奨学金制度は、授業料のところにもあるけど、その他の部分もかかりますので、これは大きな負担になりますね。×。いかん。しめじさんと今一緒です。じゃあ、いかんじゃない。いかんくないですけどね。4番からいきますね。次、4番あ、これぐらいがいいのかな ?4 番。老後の生活など、10年以上のライフイベントに備える長期資金は大きな金額を確保しておく必要があるため、安全を重視して投資を避けるのが望ましい。待って。投資を避けるのが望ましい？老後の生活など10年以上先のライフイベントに備える長期資金は大きな金額を確保しておく必要があるため、しめ D、4がかける5がかける6がかける。しめじさん早いっす。すいません。他の人もちょっとやる可能性があるので、ちょっとゆっくりいきますね。安全性を重視して、投資を避けるのは望ましい。望ましくない。インフレがあるから。はい、×。5番。総合口座は、普通預金口座の別名で中身は同じ。入出金の機能があるだけだ。定期預金とかあるじゃないですか。定期預金ダメですよね。総合口座は定期預金も入ってるから、これ違いますね。×。6番。口座を複数に分けると、お金の出入りが複雑になり、混乱するので、なるべく一つに絞った方がいい。確かにそうですね。今最近ではできるだけ口座は少なくした方がいいって言われますね。はい、丸だと思います。僕も、しめじさん一緒、6が×ですね。しめじさん僕、6番だけ僕丸ですね。1つじゃ少ないか。生活費と貯蓄用で分けた方が良いのかなと。しめ D、例えば。そうですよね。そうか。なんかね、僕ちょっとニュアンスが6番は、複数ってどのぐらいかなって4つぐらいは欲しいなと思うんですけどね。そっか。1つに絞るもんね。1つじゃないね。1つじゃないね、これ。その通りですね。いや、自分だってもう今、ちょうど、投資用は SBI で GMO が投資用になってて2つあって、で、生活用は、UFJ 銀行とゆうちょとかになってますんで、4つですけど、それでいいのか。丸じゃねえな、これ。そうですね。はい。結局一緒になっちゃったんです、しめじさん。はい。じゃあちょっと、回答読みましょうね。行きましょう。ドン。全問正解ですよ、しめじさん。すげえ。1番丸。2番×。で、×の理由書いてありますね。2番の問題が、確か。しめ D、YW。2番が確かライフプランやマネープランは人によって様々であるためってやつですね。大きな出費になるようなイベントとは言えない。多くの人に共通して大きな出費となるイベントで住宅購入、教育、老後の3つに分かれて知られており、この3つのイベントの、資金は三大資金と言われています。なるほど。住宅、教育、老後。確かにね。はい。みんななんか多分結婚式とか、あれと間違えちゃいますよね。葬儀とかそういうことにとらわれがちだけど、老後、教育、住宅購入っていうのは、
ありますよね。はい。次。3番。教育資金のことですね。幼稚園から高校、大学、まあ、国立私立、一人当たりの教育費は941万円と、医学部、理学部、芸術がさらには金かけます。教育費は大きな出費です。ということで、まあ、これもいいですね。×ですね。4番。ここも多分、そうですね。前半の、その、老後のお金を貯めておく必要があるためはいいんですけど、後半ですよね。利回りの高い金融商品による積極的な運用が向いています。これ、すごいですね。ちょっと言い方、利回りの高い金融商品による積極的な運用が向いてますって、ちょっと怖いですね。そう、これちょっと言い方が悪いと思いますけどね。だったら、ね、利回りの高いところじゃ、まあ、新興国とか行くかって、新興国はちょっと言っちゃダメですね。多分言いたいことはわかりますけど、DC とか、ね、ただなんつうの？あれですよね。利回りがないやつ、貯蓄だけのやつはダメっていうことですよね。そういうことだと思いますけど。5番。総合口座を使えば、通常の入金、出金に合わせて定期預金、公共債、当座、繰越などといった機能を利用することができます。いや、俺、当座繰越ってなんか使ったことあったっけ？この定期預金はわかるんですけど、この公共債と当座繰越って買ったことないですね。姫路さんどうです？ありますこれ。買ったこと。あんまないですね。はい。6番。目的別に使う口座、貯める口座、増やす口座に分けると、シメディ、貸し越しはマイナスになれることですかね。そっか。定期預金入れることでマイナスになったりしますよね。それだ。そうか。当座繰り貸し、こういう意味でそうですね。わかりましたかね。それ、なったことないからわかんなかったけど、ありますね。それは。なるほど。で、6番が、増やす口座、貯める口座、使う口座。これはまあ、しめじさん言う通りですね。まあ実際にはみんな3、4個できますね。簿記の試験で出てきますね、貸し越しは。なるほど、貸し越し、そうです。簿記で。なるほど。ありがとうございます。ということで、まあ、間違いの理由もここに書いてある通りですけど、なるほど。ということで、今回、ちょっとこの終了テストは第1、この、第1章。ここは、まあ、できたということで、よろしいですね。じゃあ、次、来週、どうしようかな。来週の木曜日かなには、ちょっと待ってね。更新プログラムになったのか。すいません。なんかちょっと別のパソコンが、Windows がなんか更新プログラムが出たみたい。じゃあ、この第2章のお金の貯める安全商品のテストは、次週木曜日にやってみようかなと思います。第2章のね。これ難しいですよ。多分。俺ちょっと、ここ苦手です。あれ？しめじさん誰か第2章難しいって誰か言ってたな。前。すいません。ここ難しいと思う。来週木曜日やりますね。ちょっと今度の土曜日はまた、ちょっと別のお金の勉強ずいぶんやってなかったので、そこをいろいろやってみようかなと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。まあ、私満点ということで。シメディ、ね。誰か言ってましたね。そうですね。言ってた。はい。難しいと思います。残り、ちょっとテクニカルの方をね、相場の方を見ていきながら終わりたいと思います。できるだけダッダーっと言っていきたいと思います。もう BGM 感覚になると思いますけど、お願いします。はい。相場がスタートしました。ちょっとこれで見るとドル円の方ですね。136円で、ちょっ
と円安が進んできました。はい。で、ユーロ円の方も、146円で急に上がってきました。これ全部ドル高ですね。ユーロもポンドもみんな高いですね。対ドルは、はい、ドルが高くなってきております。はい、スイスもフランかこれは。フランとドルもそうですね。はい。そういう形です。じゃあ次行きます。日経。今日はどうでしょうか。この日経は28,000切ろうか切らないかってとこなんですけど、CFD がかなり下がってきてますね。アメリカ時間になってきてもっと下がってきてますね。はい。ということはこれ今日アメリカの相場悪いのかな？はい。という風になっております。日経の CFD は 27,700 というとこまで下がってきました。まあでも日本の方はまだレンジ相場ですね。はい。動きは弱いです。では、アメリカ、注目のアメリカ見てみましょう。今日はどうでしょうか。うわ！すっごい音してるじゃないですか。ナスダックが11,000切ってます。何かありましたかね、今日は。SP500 も4,000切りました。3,920です。1.85。何かあったんでしょうかね、これ。2年債見てみると 4.23 ですね。どうなんだろう、これ。ちょっとニュース出てるかな？今日なんかあったのかな？ちょっと見てみますか。速報で。この2位のとこになんか雇用、あれですね、米国の新規失業保険雇用申請が出てますね。21万件予想で、違う、予想減。あれっていうことは予想が23万2000でより減ってる。雇用が増えてるってことですよ。申請してる人が予想よりも少なかったってことですよね。ならいいことなのに。これと株価は関係してるのか？米国の空売り利益確定、ゴールド回収中って書いてありますね。はい。ちょっと今ニュースがここぐらい、速報ニュースがこれぐらいですけどね。はい。ちょっと見てきますね。はい。なんかビックスが急にすっごい上がってる。これ。今の時間から急に恐怖が増えました。22まで、もっと上だな、これ。はい。急に恐怖が高になってます。まだこのチャートだけだと、ちょっと急落してることしかわからないですね。はい。次見てみましょう。世界の動きちょっと見ますね。半導体がすごいなぁ。ソックス指数がすごいですね。半導体がめちゃくちゃ下がってますね。半導体が下がってるっていうことは何かありますね。またこれ。3.2 まで行きましたね。いやー、はい。中国は 0.25 であんまり変わってません。香港が 1.55。これちょっと最近香港上がってたので、2万まではいかないだろうなと思ったけど、レジスタンスにちょうどね、水平線の2万のところからちょっと落としてきた感じですね。ベトナムだけプラスでしたね、今日は。あと、トルコも最近いいですね。はい。また土曜日世界の ETF 見てみましょうね。こういう形でもっと長期で見ていきたいと思います。アフリカがまたちょっと下がってきちゃいました。はい。ブラジルは揉んでいるところですね。今、揉み合ってるところだと思います。コモディティ見てみます。
ゴールドは下がってますけど、そんなめちゃくちゃ下がってるわけじゃなくて、高い位置からですね、これは。シルバーも最近高値からのちょっと落としって感じです。あ、12時ちょっと鳴ってますね、今。はい、すいません。アラートが鳴りました。プラチナパラジウムも下がっております。原油がまた結構、動きが激しい。天然ガスがなんかまた、へんてこりんな動きしてますね。アメリカ時間から急に上がって、これは、この動きは、ショートカバーみたいな動きしてます。これ短期間でやられてる人多いと思いますね。はい。原油もそうですね。行ったり来たりしてますね。77から75で。はい。ソフトコモディティが、小麦がおかしな動きしてます。急激に上がってます、小麦が。これだな。なんかおかしいな。砂糖も急に上がってますね。今日ちょっと待ってください。これダウ指数はこんな大したことないけど、小麦と砂糖がすごいですね、これ。なんだろう、これ。はい。ちょっと長期で見ないとわかんないですけど、でも、長期で見るとまだこうレンジです。今日1日だけで見るとすごいですけど、長期で見るとレンジです。まだ動きはそんなないと思います。下落トレンドになっていかなきゃいけないと思うんですけどね。はい。じゃあ、SP500 ちょっとだけ見ましょう。今日の。真っ赤っかです。はい。SP500 のヒートマップを見ると、また僕が顔が赤くなりそうな感じになっております。大型株が特に良くないです。それでしかもさっき半導体見ましたけど、この半導体も真っ赤ですね。大型株と半導体、こっち側がね、真っ赤です。で、右に行けば行くほど。顔が赤いです、W。出た。マンセル赤くなったって感じですね。で、右側に行けば行くほどね、赤いのが少ないと思うんですけども、これ、テスラが上がってるのはなんか別のなんか要因ですね。1.22 だから上がってないですね。あと、T モバイル、何これ。ベライゾンと T モバイルがちょっと上がってますけど、まあほとんど真っ赤ですね。いや、今日なんかありましたね、これ。アップルが 2.5 も下がってますもんね。Google も、Amazon も、メタも、大型、GAFAM がダメですね、今日。これがダメだともう、時価総額大きいですもんね。ということで今日アメリカはよろしくない状態です。何か出てます。すいません。速報なのでちょっと、後からなんかね、ファンダ出てくると思いますけど。はい。それでは、今日残り時間で、あと、アメリカの個別株のね、チャートを見ていきたいと思います。実はなんか、ここ最近このレジスタンス見てって、アメリカの個別株で買えるものがないかとか、これからやっぱりこのレジスタンスを出して、ちょっと解説して、買い場とか見ていきたいなと思っております。今度土曜日はね、その世界の ETF のこのレジサポラインを引いて、ちょっと解説できればなと思っております。はい。今日ファイザーから、行きたいと思います。ファイザーです。CEO がどうも変わったのかわかんないですけど、ファイザーが面白い動きをしています。レジスタンス、このラインが 48.9 ですけど、もう53まで上がってきてしまいました。この53っていうのはもう、かなり高値まで来てます。ので、今買うっていうところじゃないですけど、上昇トレンドに転換しております。いい形です。すいません、サブ次、ゼネラルエレクトリックですね。日本でいうナショナルっていう電気の会社ですね。GE もずーっ
と下がってきていて、ここで見てください。日足、ダブルボトムが出て、すいません。これ、もうちょっとこうですね。ネックラインがここなので、ここ、レジスタンスライン。ですが、レジスタンスラインをちょっと超えたんですけども、残念ながらレジスタンスから落としてしまいました。今、売りシグナルが出ております。はい。という状態で、なかなかこの上昇トレンドからね、11月かなり良かったんですけどね、難しいと。ただ、このダブルボトムのこのネックラインが79なので、ここで止まれば、はい。まだもう一回上昇トレンドに行く可能性はありますけど、なんせこれ売買高がない。ここで売買高がもっと出てこないと、もしかするとこれまだまだ下落が続く可能性は高いですね。ちょっと今、売買高は全然ないですね。はい。っていう状態です。次、ボーイング、飛行機の会社ですね。ダブルボトムのネックラインをこの紫のラインにしてあります。今この紫のラインより上、上昇トレンドにいます。ボーイングは。11月、かなり強かったです。それから今少しずつ売買高が増えてきています。ので、ちょっと下がってきたところでここまでサポートされれば、年末にかけてボーイングはいいかもしれません。ただ飛行機の会社はね、なかなか難しいですね。デルタ航空も難しいと思います。上がったり下がったりするのが多いのでね。で、ボーイングも、過去を見るとね、かなり下落が続いていましたので、底打ち感はあるんですけどね、これは。はい。という状態です。次。3M ですね。この 3M は、厳しいのは、売買高が全然ありません。だから下落トレンド真っ最中で、ちょうどこの、135っていうこのサポートライン、レジサポラインから下に上がれません。なので下落トレンドですね、完全の。はい。一時期良かったんですけどね、なかなか難しい。こういうのを見て、3M を短期で売る人も出てくるのかなと思います。次。キャタピラーですね。キャタピラーはその逆です。日用品というかキャタピラーはなんだっけ、キャタピラーですから自動車のでかいやつなんて言ったらなんて言うんですか、トラクターとかああいうでかいやつですね。の会社ですね。ここは11月からずーっと強かったんですけど、今ちょっと高止まりしている状態です。上昇トレンドではあるんですけど、この、レジサポラインをちょっと割ってきるかどうかで、次に会話が来れば面白いとは思います。こんな感じですね。見にくいと思いますけど。はい。次。バークシャハザウェイ、バフェット G さんのところですね。バフェット G さんのところはこのダブルボトムから抜けて上昇トレンドにいて、今12月に関してもまた、売買高もまずまずあります。ので、もしかするとバークシャハザウェイはこのレジサポラインから様子を見てもらって抜けたら買い場かもしれません。バフェット G さんって W。バークシャハザウェイを僕バフェット G さんって言いますね。バフェットの会社、はい。ですね。ということで、ここは買い場が来るかもしれません。テクニカル上はいいとこですね。いい位置だと思います。297。これはいいですね。チャンスかもしれません。はい。バンクオフアメリカ、銀行ですね。いやー、もうすごかったです。この12月からダダダーンと落として一気にこのサポートラインを抜けちゃいました。はい。これはビビりますね。はい。何があったんでしょうか。S さんはまだ先なので。はい。ということで、これ、残念な結果です。下落トレンドですね。はい。これは難しい。
こんだけ急落してるとは。今高止まりして、ただこれも、このレジサポラインを超えたあたりから上昇トレンドで買うのはいいと思いますけど、今はまだ全然、下落トレンドです。売りも仕掛けるのも難しいところです。ここを下がってきて下落で買うかどうかでと思います。次。コストコですね。もうコストコ去年の春先とかすごい強かったんですけど、こことかも。すごい強かったんですけど、だいぶ上がったり下がったりする銘柄になってきましたね。やっぱり上がり続ける銘柄なかなかないですね。コストコは残念ながら11月は上がったんですけど、このさっきのバンコクアメリカと同じように、11月末からすごい売られちゃいました。これ多分決算絡みもあると思います。これ。決算12月8日ここですね。えらい売られましたね、これ。決算でこけたですね。なので、一気にレジサポラインから下落トレンドに来てます。あとちょっとですね。eBay。ここもですね、この上昇トレンドまで行かずに、ちょっとこれ、ここですね。ごめんなさい。ちょっとこの斜めのレジサポライン、ここですね。直近高値を抜けませんでした。ここ抜けず下落トレンドにいます。売買高もまだちょっとあるので、売られる可能性がまだあります。売られてますね、結構。決算良かったんですけどね、11月ね。11月とか良かったんですけど、下落トレンドになります。ヒューレットパッカー、古参の、パソコン業者っていうかですね、HP ですね。ここも下落トレンドにいると思われます。売買高もまだ高いので売られてくるかもしれません。売りの売買があります。下見た方がいいと思います。じゃああと少しだけ JP モルガン見ます。銀行ですね。銀行系っていうか金融系ですね。JP モルガンは11月がとても売買があって上昇トレンドにいて高いところまで来ました。で、ちょっと揉み合って落ちてきている状態。ただ、まだ今止まるところかもしれないですね。とにかく7月、8月がものすごい売買がありました。売買高がありました。売られました。で、揉み合いました。11月で上りました。止まってます。だから買い場が来るんだったら、このボトムのネックラインのここ、118。このあたりですね。今まだほっといていいと思います。メルク。いきます。メルクは、かなり高いですね。メルクは11月を継続して、今高値圏にいますので、全然手が届かない。位置にいます。売買高もまだありますので、まだ下がってくる要素がないので、いいチャートの形してますね。メルクは、まだ買えないです。高くて。11月で買ってる人はおめでとうございますという状態ですね。上昇トレンドに乗ってますね。じゃあ最後に、ユナイテッドヘルス見ましょう。ここもヘルスケアの会社になります。ユナイテッドヘルスは、レンジのように見えますけど、じりじりと、安値を切り上げています。見えますかねこれ。安値って切り上げてます。だから、上昇トレンドにいて、今、レジサポラインがこの、516っていうところから、ちょっと近いところまで来てるので、これ、ユナイテッドヘルスは面白い銘柄だと思います。ただ、12月の売買がちょっと少ないかな。なので、まだ勢いがないので、下がってきたところで、ここで止まって516、今529ですけど、止まっ
で、ここで上昇トレンドになってくればこれは面白い。はい。長く見るとこういう感じでユナイテッドヘルスは本当にいい企業だなっていうことがわかりますね。はい。ということで、今日ちょっとまた、全部はできなかったですけど、チャートを分析しました。また、いろんなね、個別銘柄とかもこういう形でデサポライン入れて、毎回はできないですけど、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。土曜日はですね、さっき言ったお金の勉強をまた、お金大全の方、いろいろ家計のこととか、そういったこともやっていきながら、お話ししていきたいなと思います。もちろん、こういう、勉強の方もね、株トレと株チャートとかもね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。清水さん、今日本当にすいません。長いようでお付き合いいただいてありがとうございます。寝るかと思ったのに、本当ありがとうございました。助かりました。はい。それじゃあ、また土曜日ね、11時からお会いしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼いたします。